これは船から同じ場所に1年間カメラを落とし続けた男の記録。カメラを持って沖に出て、晴れの日も雨の日も暑い日も寒い日もひたすらカメラを落とし続けた。海の中は季節によって全然違う魚が泳いでいる。アジに忍び寄る青物も、アジに食いつく根魚たちも、青物の大群も、小魚の群れも、ポイントを占拠する石鯛も、1年を通して変わっていく海の様子をご覧ください。皆さんこんにちは。今回は1年間同じポイントに船からカメラを落とし続けて観察した動画になります。春夏秋冬と魚がどのように入れ替わっていくのかというのを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。今回観察対象とするポイントは石川県能登町の沖にある水深40メートルのポイントになります。マリンチューブでもよく登場している海底には人工魚礁があるポイントになります。それでは早速見ていきましょう。まず2024年の6月から1ヶ月単位で見ていきたいと思います。それでは海底に落としていきましょう。はい、それでは6月の海底の様子を見ていきましょう。一応餌となる生き餌のアジを使いつつ海底の様子を見ていきたいと思います。まず寄ってきたのはマハタと青物ですね。6月のこの時期は根魚や青物がよく釣れたりします。早速アジのことが気になっているようですね。はい、こんな感じで活性の高いカサゴがアジに食いついてきました。そして魚礁の上はですね、スズメダイとウリボウですかね、ウリボウの群れが泳いでいます。でやっぱ6月は結構ね、マハタの姿がよく確認できます。で根魚でいうとですね、マハタやカサゴがよく確認できて、であとはキジハタもね、このようにアジに反応していきます。はい、全体的に結構根魚は種類も豊富でたくさん映っているような印象があります。まあ例年ね、4月5月とちょっとまだ海水温が冷たくてなかなかね魚の反応が良くはないんですけど、この6月ぐらいになるとカサゴやマハタ、そしてキジハタ、あとは映ってないですけどキツネメバルとか、そういった根魚たちがよく釣れ始めるというような季節になってます。映像を見ていてもね、いろんな根魚がアジに反応してきてます。はい、魚礁の中にこうやって落としてみても早速根魚たちがね、はい、今アジの取り合いをしてますね。3匹でアジの取り合いをしています。これが6月の能登町沖の海の様子になります。はい、それでは続いて7月ですね。だいぶ夏らしくなって海の中もこう夏っぽい明るい感じの海になってます。では海底に落としていきましょう。はい、海底に落としていくと早速マハタですね。マハタが死んだ餌に反応しています。上にはスズメダイかな、スズメダイが群れてますね。スズメダイの中にマハタの姿が2匹確認できます。はい、魚礁のすぐそばでは今見えますか、メバルがたくさん群れています。メバルも結構ねこの魚礁に居ついてたりするんですけれども、あとはキジハタも映ってますね。はい、でカサゴです。カサゴもこの死んだアユですね、死んだアユの餌が気になっているようです。はい、でしばらく待っていると来ました。カサゴが餌に食いつきましたね。ただ残念ながら離してしまいました。魚礁の上はスズメダイが群れています。で今マハタがすぐ近くを泳いでるんですけど、やっぱりマハタは他の根魚に比べても遊泳層が高い、少しね魚礁の上数メートルとかまで泳いでますね。はい、ベラ系の魚かな、ベラ系の魚が死んだ餌を食べてます。はい、メバルはこうやってね魚礁の中、魚礁のこの際ですねにすごい群れていますね。あとは、青物かな、今ちょっと横切っていったように青物もちょくちょく映っています。はい、で何かが餌に食いつきました。はい、これはカサゴですね。カサゴが釣れました。
こう6月からね大きな違いはないですが、まあ夏っぽい海の感じかなと思います。はい、それでは次8月の海に行ってみたいと思います。8月もね真夏の暑い時期で快晴の中撮影しているので光が強く差してますね。それでは行ってみましょう。はい、魚礁の上まで来ると青物とスズメダイの姿が確認できます。で、魚礁の中はねもうこんな感じでキジハタが潜んでます。多分6、7、8とだんだんこうキジハタの数も増えてきてるような気がしますね。で、メバルもこのように大量に群れています。まあ、こういう風に魚礁の中にいるメバルとちょっと浮いているメバルがいるんですけど、まあ、浮いているメバルの方がね餌を探しているんじゃないかというような気がします。で、キジハタはやっぱり多いですね。多いです。3匹かな。キジハタの姿が確認できます。青物もこういう感じでねちょっと小さな群れですけど泳いでますね。はい、先ほどもキジハタが味に食いついていたんですがまたキジハタです。やっぱねこの真夏はすごいねキジハタが活性高いですね。で、今メジナとイシダイかなも映っていた気がします。こういう感じですね。今見えてるようにまあハタが上にいますけど奥の方にメジナの群れが映っています。こいつらも結構ね水深3、40メートルぐらいのポイントでよく見かける魚になります。はい、ただねもうキジハタの活性が高いですね。もう生き餌を見つけるとすぐに食いついてきます。はい、キジハタがヒットしました。まあ最後です。はい、で次は夏ということで、まあ、このカマスのちっちゃいやつですねこれを餌にして魚礁の上を泳がせてます。またキジハタにね食われてます。8月の海ということでね、まあ、非常にキジハタの活性が高い海だったかなというような気がします。はい、それでは次9月ですね。9月の海を見てみたいと思います。で、早速魚礁の上に落とすとキジハタがヒットしました。はい、8月に続いて相変わらずキジハタの活性は高いようです。はい、魚礁の上はスズメダイかな、ちょっと魚種が確認できないですが結構小魚が群れているような状態ですね。多分今映ってるのはスズメダイかもしれないですがアジとかイワシとかもねよく泳いでるような気がします。はい、またそしてキジハタです。キジハタがアジに食いついてます。はい、ヒット。またキジハタがヒットしました。はい、で結構ねこんな感じで8月と同様にキジハタの活性が高いです。複数のキジハタがアジを追いかけてます。はい、で8月ぐらいかな、8月ぐらいからちょっとポツポツ姿を現したメジナなんですけれども今日もたくさん群れがいます。はい、で青物がね襲ってきてます。で今コブダイも映ってますね。で青物がアジを丸飲みにしました。で今見えてますかね、今見えてるでしょうか、しましまの魚イシダイですね。ちょっとずつイシダイの姿も何匹か確認できます。で今メジナですね、画面に映ってるのがメジナの群れで6月7月とあまり姿が見えなかったかなと思うんですけどメジナとイシダイそして青物は6月7月とかと比べるとかなり増えてきたような印象ですね。はい、こんな感じで魚礁周辺を群れで泳いでます。まあ9月になって秋らしくなってきてこう魚種が入れ替わってきたのかなというような印象があります。はい、続いて10月ですね。
10月の海に行ってみましょう。漁礁の上はたくさんの小魚が群れています。そして青物もかなり姿が確認できる状況ですね。非常に秋らしい海になってきたかなと思います。そして大きなコブダイ、こいつもね結構魚礁に居ついてるんですよね。で対照的に根魚は数は減ったのかなっていう気がしますね。今キジハタが数匹食いついてきましたけど、他のキジハタ以外の根魚の姿が少し減ったかなというような気がします。はい、そして、これはですねウマヅラハギですね。ウマヅラハギの群れが魚礁周辺を泳いでいます。でイシダイもですね、2、30センチぐらいのイシダイもいれば、もう口黒になったような5、60センチぐらいあるようなイシダイもいます。で結構こういう感じでね青物の活性も高いんですよ。こいつら多分ヒラマサかな。アジをねみんなで群れで追いかけ回してますね。はい、あとはメジナもすごい数です。すごい数のメジナが映ってます。はい、青物はね群れで回ってきた時はもうこんな感じです。大群の青物が寄ってきてます。はい、これが10月の海ですね。はい、続いて11月ぐらいからねちょっとずつ晴れる日が少なくなっていくので、撮影のチャンスも少し減ってくるんですけど、この日は晴れてます。で、海底に落としてみるとかなり濁ってますね。濁ってるんですが青物がいてアジに反応を示してます。こんな感じですね。ちょっと濁ってて見づらいですが見ていきましょう。あまり魚の姿は確認できないですね。はい、で魚礁の中に落としてみるとなんだろう、スズメダイかな、ちっちゃい小魚がいますね。で、今目の前にいるのがキツネメバルかな。キツネメバルがアジに興味を示してます。メバルの姿も確認できますね。こいつがキツネメバルです。キジハタもいますね。はい、あとはイシダイとかがポツポツと映ってます。で青物とキジハタと、11月ということでねだいぶ寒くなってきてはいるんですけれども、10月とか9月と海の中の様子はそこまで大きな変化はないかなと思います。強いて言えばちょっとメジナがいなくなっちゃったかなっていう感じですかね。10月はたくさんのメジナの群れは映ってたんですけどいなくなってますね。でイシダイは相変わらずポツポツと大きめの口黒に近しいイシダイかな泳いでますね。これ今画面の中央はスズキかな。スズキが多分1匹泳いでますね。スズキが泳いでます。でまた結構な大きさのイシダイ、もうほぼ縞模様が消えかかってますね。ハタとかカサゴとかの姿はだいぶ減ったような気がします。ほとんどいなくなってしまいましたね。はい、それでは12月の海に行きましょう。もうだいぶねこの能登半島だと寒さが厳しくなってくる季節です。雪が降り始める時期でもありますね。はい、で水深40メートルの海底はこんな感じです。イシダイとキチハタが1匹ですかね、姿が確認できます。イシダイは結構な数が泳いでますね。はい、キジハタも何匹か確認できます。
そしてカメラでいろんなアングルから魚礁を観察してますが、かなりイシダイが多いです。めちゃくちゃ群れてますね。で、結構今までこれまでも映ってたような大きな個体も多いんですが、2、30センチぐらいの、小さめのイシダイもかなり増えてます。キジハタやスズメダイの姿も確認できるんですが、もうかなりイシダイですね。メバルとかもいるのかな。ちょっとメバルも魚礁にくっついてるようですが、イシダイばっかりですね。はい。で、アジにキジハタが食いつきました。10月、11月、12月となると、もう根魚といったらキジハタばっかりになっちゃいましたね。はい。で、キジハタが1匹ゲット。はい、キジハタの1匹釣り上げられました。はい。で、まだアジを落としてみると、こいつはキツネメバルです。キツネメバルが1匹、アジに興味を示してますね。お、これはカサゴです。ちょっとちっちゃいけど、カサゴが食いついてます。はい、カサゴがヒットしました。で、無事カサゴをゲット。12月なんですけどね、まだ海水温自体は真冬の海水温にはなってないと思うので、結構まだお魚の活性自体はまだ低くなってはないのかなという気がします。何にせよイシダイがものすごく増えました。はい、こういう感じでね、魚礁の中も魚礁の外もイシダイがかなり群れてます。これが12月の能登町の海になります。はい、続いて1月です。この時期になると天気が悪くほとんど撮影のチャンスがないです。雪や雨の合間に曇った日を見つけて撮影に来てます。それでは海の中を見てみましょう。はい、魚礁の真上まで来るとこんな感じで、イシダイですね。これは全部イシダイだと思います。イシダイがめちゃくちゃいます。キジハタも1匹いるかな。はい。で、イシダイがちょっと多分ね、秋頃にいたイシダイよりも一回り小粒なんじゃないかな。縦模様が消えてない2、30センチぐらいのイシダイがめちゃくちゃ増えてます。で、こんな感じで結構カメラに寄ってくるんですよね。めちゃくちゃ寄ってきます。それにしてもすごい数ですね。はい。どの角度からこのポイントを観察してもイシダイばかりです。他の魚はどこに行ったんでしょうというぐらいイシダイしかいないですね。はい。この時期になるとね、もう寒すぎてほとんど釣りをする人もいないかなと思うんですけど、1月の海の中はこんな感じになってます。はい。では続いて2月です。この時期はね、もう海水温もだいぶ下がって釣りもほぼやらない寒い時期なんじゃないかなと思いますが、たまたま晴れたので撮影に来ました。僕もこの時期は全く釣りをしないです。それでは未知の2月の海の中を見てみましょう。はい、魚礁に到着しました。ちょっと海の中も濁ってますね。魚の姿はポツポツと確認できますが、やはりこれもイシダイです。1月と同様のサイズのイシダイかなが魚礁周辺を群れてますね。はい、こんな感じ。もうめちゃくちゃイシダイです。かなりの数のイシダイが群れてますね。なぜかカメラに迫ってくるイシダイの群れ。それにしてもすごい数です。はい。結構魚礁の上の方とか魚礁の中とかいろんな角度から魚礁を、観察撮影してるんですけど、もうどこを映してもイシダイしか映りません。1匹だけカサゴがいるかな。1匹カサゴは魚礁に乗っかってますね。はい。それ以外はもう全部イシダイ。はい、こういう感じ。割と引いて見てみてももうイシダイしか映ってません。いやー、すごい数ですね。昔このイシダイを釣るためにイソガニを餌にしたりだとかウニを餌にしたりだとかでやってみたんですけど、釣れたことがないです。
あとはザリガニも餌にしたんですけど釣れたことがないです。このイシダイを釣る方法があればぜひコメント欄で教えてください。はい、1匹青物が上を横切っていきました。まあそれにしても本当にイシダイだらけですね。どこから湧いてきたのかなこのイシダイ。めちゃくちゃいます。他の魚たちはもう逆にほぼ見えないので深場に行っちゃったのか活性が低くて海底にとどまって動かないのかわからないですが、根魚たちはみんないなくなりました。はい、イシダイだらけの海です。では続いて3月の海に行きたいと思います。3月ぐらいになるとね、地上は少しずつ暖かくなるんですけれども、まだまだ海の中は冷たい状態かなと思います。それでは見ていきましょう。漁礁周辺に着きましたが、カサゴが1匹泳いでます。小さめですね。カサゴ以外は何がいるかな、ちょっと見てみましょう。またイシダイです。イシダイの群れがいます。めちゃくちゃいますね、イシダイの群れが。1月2月3月とこの真冬の時期はですね、どうやらイシダイにこのポイントは占拠されているようです。めちゃくちゃ群れています。ただやっぱ大きめのイシダイですね、口黒になるような模様が消えるようなイシダイがあまりいなくなりましたね。まだまだ縞模様が残ってるぐらいのイシダイがたくさん群れてます。魚礁のね少し高いところから全体を映してますが、本当にイシダイしか映ってません。魚礁からちょっと離れたところもこんな感じでイシダイが群れで泳いでます。もうめちゃくちゃイシダイです。はい、本当にイシダイに占拠されてしまったようですね。これが3月の海になります。はい、では次4月です。春ですね。あったかくなってきてるんですが、まだ海水温は冷たいはずです。それでは4月の海に行ってみましょう。あらあら、またイシダイです。イシダイが魚礁の上を群れで泳いでますね。海の中は太陽の日も差してかなり濁らずクリアに見えてるんですが、魚の姿はイシダイしか確認ができません。イシダイがめちゃくちゃ泳いでます。1匹なんか混ざってますね。あいつ1人だけ模様が違う魚がこのイシダイの群れに混ざってます。まあ本当に2月3月と変わんない状況ですね。イシダイだらけです。心なしか2、3月よりはイシダイの数が減ったのかなという気がしますね。群れが小さくなってます。はい、イシダイです。本当にイシダイだらけです。こうやって見ると30センチ前後ですかね。20センチから40センチぐらいかなのイシダイが群れてます。はい、と思ったら魚礁の上に青物が群れでやってきました。魚礁から10メートルぐらい上でしょうか、青物が泳いでいます。青物自体はもうどこかにとどまってるって感じではないので、基本的に群れでやってくるか群れでやってきた時に映るって感じですね。今カサゴが1匹います。カサゴが1匹泳いでますね。それ以外はもうほんとイシダイしかいません。カメラが大好きイシダイ追いかけていきます。最初ちょっと群れが小さくなったかなと思ったんですけど、やっぱ2月や3月と同じぐらいイシダイはこの魚礁周辺に群れてます。で今左側にスズメダイからイシダイの群れの横にスズメダイの群れも確認できます。はい。であとこれは何でしょう、ちょっとちっちゃくて魚種がわからないんですが、めちゃくちゃ小さな小魚の群れも泳いでますね。まだ5センチぐらいでしょうか。4月の海はこんな感じです。はい、最後ですね。
6月から始まった観察ももうラストです。2025年5月の能登町沖の海です。それでは行ってみましょう。はい、ポイントに到着。ちょっと今日はね濁ってます。で、魚の姿がまだね確認できないですね。これゴールデンウィークぐらいなので5月の上旬なんですけど、魚の姿が確認できないです。まだやっぱこの時期はまだね海水温は冷ためかなという気がします。あれだけいた石鯛がもう全部いなくなりました。どこに行ったんですかね。もう本当にいなくなりました。ようやく魚の姿が確認できましたが、ベラ系の魚かな。ただそれ以外の魚が全く見えないですね。死の海になってます。あ、何か魚がいますね。これはアイナメです。アイナメの大きいやつかな。アイナメの大きいやつが魚礁にいました。初めての魚種ですね。はい。ただそれ以外の魚は全く確認できないです。やばいですね。魚礁の上から見てもこんな感じで、遠に動いているものは見えないかなっていう状況です。これが5月の海なので、一番最初に見た6月になると、あれだけこう魚はね、根魚も含めて増えてくるっていう感じなのかなと思います。こっからね、海水を曲がってきて、あれだけ根魚たちが増えていくのかなと思います。はい、それではいかがでしたでしょうか。これね、1年間同じポイントにカメラを落としまくってずっと観察してきました。特にね、1月2月3月終わってなかなか釣りもしないので、海のナフがどんな感じになってるかなっていうのが分かんなかったんですけど、あんなに石鯛に占拠されてるとは思いませんでしたね。はい。ただね、1年間船の上から同じポイントにこれだけカメラを落とし続けて魚の変遷を確認できたのは非常に有意義な動画になったんじゃないかなと思います。また視聴者の皆さんも見てみたい動画の企画とかがあればぜひコメント欄に書いてください。それではまた次回お楽しみに。